先輩の話聞かなくてもいいんだけど、聞いてるふりをして、すごくね、行儀作法よく活動すればいいんで、人間での表だけで、そういう満足しますからね。そんな難しくはないんです。表だけで愛させれば十分満足するんです。心の中何やったってもね。人間っていうのは猿よりシンプルですよ、もう付き合うの。ですから、そこら辺はなんか私はもうあえてなんか辛口で言うんだけど、これは事実です。はい、それでは今日は、皆様からいただいた質問を、スマーサー長老にお聞きしていきたいなと思います。メールでいただいた質問、が中心になります。最初の質問です。悩み相談ですね。就職活動の悩み。私は現在24歳、大学3年生で就職活動をしています。生涯を通じて自分に向いていることを仕事にして幸せに生きたいと願っています。しかし自分にどんな能力があるのか分からず、どのような職種を目指せばよいのか迷っています。さらに応募した会社に拒絶されることが怖く、行動をあまり起こせないことにも悩んでいます。このような私が今すべきことについて長老のお考えをお聞かせいただければ幸いです。はい、これ鋭本人は難しく思うかもしれませんだけどね、そんなに難しくならないことやと思いますね。まずポイントはこの生涯そうして自分に向いていることを仕事にしていきたいっていう考えあるでしょ。でそれってそうですかね。それって妄想じゃないんですかね。でこういうことですね。自分がこういう仕事をやりたいとね、高校生の時からもなんかあったならば、それを目指すと進めばいいんですね。それははっきり分からなくて、とにかく自分の向いてる仕事を見つけて生涯生活したいなと、ただね、思ってもあまり現実的じゃないんですね。だから人々は若い人々を2つに分けて考えると、生涯こういう仕事をやりたいと思う人もいるし、なんか適当にどんな仕事もいいんじゃないかなと思う人々もいるんですね。2つに分けられます。それからまた2つに分けられますね。こういう仕事は私はずっとしたいと思ってその仕事についてもうまくいけなくて、進めなくて、いろんなトラブルを起こしちゃって、特に人間関係は日本では一番厳しいものだからね、互いに憎しみ合うということはよくあることだからね。ですからこの人間関係で見えてる仕事なのに人間関係が良くなくて苦労する場合もありますしね。人間関係がいいんだけど仕事は向いてないっていうこともあるしね。私の答えは一つ自分を選ばれた仕事はちゃんと完璧にやってみるっていうことを、向いてるかないかけどどうでもいいんですね。仕事っていうのは基本的にはシンプルですよ。その人にとってはそれほど難しくはないんです。で世の中でいろんな仕事ありますよ。医者もいるし弁護士もいるしで政治家もいるし、全て仕事ですけど、でも政治家には政治はシンプルです。医者には医療はシンプルです。ですから仕事っていうのはやってる人にとってはそんなにややこしいことじゃないんですね。だから自分が、能力を得た分野で気持ちよく楽しく
仕事をすればよろしいと思いますね。それから専門職だったら専門的な知識いるんだから、仕事については問題は起きませんし、でも大勢の方々は一般の教育終わってから何か仕事を見つかるんだから、それは専門職じゃないんですね。だから大学出て、どこかに就職すると。そういう方々は気をつけなくちゃあかんのは、だから自分たちが特別専門学校で専門職業を習ってるわけじゃないんだから、一般的な仕事に就くしかないんですね。それは何かと自分でもよくわからない。受かったところに入るしかないんですね。だからそこを学んで、そこで点数を稼ぐんです。で、この仕事やりたくない、やりたくないではなくてね、与えられた指針法則で、与えられた仕事を気持ちよくやる。気をつけてほしいのは、それとよりも人間関係なんですね。で、一人一人のね、最低仏教を知ってる人々でもね、やっぱり人間関係大事にした方がいいんですね。で、社会っていうのはすごく憎しみ合う社会なんですね。どうしても相手を潰したいという感じで生きてるんですよ。何の役にも立ちませんだけど、人間っていうのはそういう未開発質の生命体ですよ。互いに協力すれば成長するんだけど、憎しみ合わなくちゃという、それはもう神に定めた決まりみたいな感じで、そうやって憎しみ合うんですね。だから仕事では仕事場で、トラブルが起こるんですね。考えてみればね、お互い協力するといかに簡単ですか、できることはね。ものすごい簡単なんですね。どこでもどこにいても一緒でもお互いに協力し合って生活することが一番簡単なことで、仏教の側から言えるのは、そこをやってみてくださいってことなんですね。ライバル作るんじゃなくてね、味方を作るんですね。ですからこの若い人々だからね、どんな仕事についてもいいんだけど、そこで仲間を作ること、みんなに、親しまれるように、頑張ることをね。それでもやりすぎは良くないしね、すごく気をつけて、先輩の話聞かなくてもいいんだけど、聞いてるふりをして、すごくね、行儀作法よく活動すればいいんで、人間での表だけでそういう満足しますからね。そんな難しくはないんです。表だけで挨拶すれば十分満足するんです。心の中何やったってもね、人間っていうのは猿よりシンプルですよ、もう付き合うの。ですからそこら辺は私はもうあえて辛口で言うんだけど、これは事実です。人間っていうのは表だけで生きてる、何の面白くもない生き物ですよ。心を通じて通って付き合うってことはないんですね。だからみんな寂しく生きているんですね。これは治らないんだから慈悲の瞑想ぐらいでもしなさいよと。そうすると人間でなくたっても他の生命体見ると、仲間だなとか、みんな一緒に来てるんだなとかね。で、というなんとなく気持ちにはなりますね。支えられて生きてるんだっていうね。ですから特に新しく仕事に入る人々の一番大きい問題は仕事を仲間に親しまれることなんですね。だからそれ至ってシンプルで、丁寧に挨拶すれば、先輩といってちょっと先輩を尊敬
しなくていいんだけど、尊敬していると見せて。でそれで十分です。それから、しかし仕事は真面目でやる。仕事っていうのは一番大事なこと。世界は人は仕事をするから回転しているんですね。それいい加減やっちゃうとね、冗談じゃないんですね。医者がいい加減指示するとか、看護婦さんがいい加減注射するとか、もうね、電車運転士がいい加減、仕事はいい加減はダメなんです。だから仕事を真面目にするということは、まあ、当たり前のことで、みんな失敗するのは人間関係ですね。では人間関係でね、まあ、先輩の経験者の話を聞いて、経験者の先輩にね、好かれるようにして、よく覚えてもらって、若者っていうのはいいですねと言われるようにね、よく早く物事を学びますねとかね、評価されるようにと頑張った方がいいと思います。で、まあ評価しなくたっても自分の仕事をしっかりやることですね。これからこのどんな仕事に能力あるかわからないという悩みもあるんだけどね。まあ大体そんな難しい仕事世の中でないんだからね。で、まあどんな仕事でもね、まあすぐ慣れます。それは人は心配する必要ないんです。仕事2種類だからこの大学かもういろんななんていうかありますね、専門学校とかね、そういう仕事を決めて教育を受ける場合は、まあその仕事決まってるんですね。そうでない場合はね、ただ大学卒業したら何も能力ないでしょうね。どんな仕事もできない。遊んでただけで4年間。まあ専門学校に行ったらそれなりに何か学びますけどね。まあ1年も儲かっちゃうしね。だからまあ仕事っていうのはトレーニングで習うものなんです。運転と同じですね。運転できない若者がね、高校生が講習場に行って運転免許を取る。すぐまあ慣れますね。それは自信持ってくださいよ。人間通してあれは私にできない、これは私にできないではなくて、まあやればできるんだよと。まあ年齢はいくらか考えた方がいいんですけど、若い人々にはまあそれなりにやれば何でもできるということでしょ。だからそんなにこの大学卒業してどんな仕事でしょうかと悩まなくても、自分を選ばれた仕事で、高得点取れるようにと頑張ることですね。それから大体まあ応募した会社に拒否されるというね、怖くならなくてもいいんですね。だから応募する会社みんなあんたを受けって言えるわけないでしょうね。こういう就職試験っていうのはね、それぞれ各会社決まった判断で誰を雇うかということを決めることだから、まあそれは、まあ落第したと、それだけの話ですよ。それは特に仕事の場合はそれはあんまり気にする必要はないんですよ。やっぱり会社、若者を見るのはこの自分の会社で一生この人を雇っていいのかいと、会社のその会社の仕事にどれぐらい貢献できる能力が隠れているのかとか調べて、この人向いてない、この人は向いてると、そういう人々を決めるんだから、そんなのはできるだけ気にしない方がいいんです。まあちょっと気になりますけどね、拒否されると。でもまあいいやということで、まあ気にしない方が。それから行動があまり起こせないことにも悩んでますとかね。
まあ派手に行動するよりはまあ挨拶ぐらいはしてくださいよ。で挨拶をしてどうですか、ご元気ですかとかね、大体この日本社会でこの挨拶文化っていうものありますからね、それぞれまあ挨拶することでそこはちょっと補いますよ。挨拶する習慣とかすごく大事にした方がいいんです。それでいろんなこのガタガタなところはまあ消えちゃいますね。こののせ今すべきことにすべて、そんなもんですね、すべきことは。若い人々はね、自分の運命でどんな仕事に選ばれるかどうかわからんだけど、どんな仕事にしてってもぴったしやるそうということでね、仕事のプロになるそうということを決めてください。どれでもプロにならなくちゃあかんですね。若い人々はそれはまあ誇りに思わなくちゃいけないんですね。まあつまらない仕事やとかね、ではなくてね、毎日マンネリ的なワンパターンの仕事であってもやるとすごくプロになるんですね。だからまあ私には右に出る人はいないよと言える、自慢できるぐらい自分がハマった仕事で能力を上げた方がよろしいと思いますね。で、よくあることっていうのはベストな仕事だったらいいのにとかね、みんな時々若いと思ったりもしますね。それはほとんどの場合はこの人間関係だとは思いますね。まあ会社であんまり商売うまくいかなくて会社は倒産寸前だったらまあ君は分かりますけどね。でないとまあ能力だけ上げればよろしいと思いますね。はい、そういうわけで今すべきことはまあどこかね、就活して選ばれるでしょ。選ばれたところで選んだ人々はこの子を選んでよかったと思えるように頑張ることですよ。一番だから行儀作法よく挨拶ちゃんとして先輩のことを聞いて、まあアホなことがいいかもしれませんが、それでもよく聞いたふりでもしてで社会関係ね、人間関係よく気づくことですね。以上です。はい、ありがとうございます。